はい、皆さん、こんにちは。柴崎です。さあ、お家で、一緒に絵を描きましょうのコーナーです。さあ、始まりますよ。皆さん、お家に、ね、いますか？柴崎もう今日もお家にいます。ね。そして、早くね、この病気が、過ぎ去ってね、行くことを、みんなでね、協力しながら、やっていきましょうね。はい。さて、今日はね、また、鉛筆一本で書きます。ね。はい。もう、わかりましたね。鉛筆用意して待っててくださいね。鉛筆です。それから、消しゴム。そして、柔らかな紙ですね。はい。こんなにいっぱいなくていいんだけどね。さあ、それではね、柴崎で一緒に書こう。ね。では、始まります。はい。それではやってみましょうね。また、鉛筆一本ですよ。まずね、こんな楽な、ね、塗り方で、今日ね、白いお花と、そして、白いね、花瓶を描きますので、そのための背景をまず描いていきます。さあ、今度は横の線ですよ。これは、やっぱり絵をね、もうちょっと上手くなりたいなっていうの人にね、すごく役立つやり方だと思います。同じ鉛筆の強さで線を重ねていくというやり方ですね。縦の線は結構難しいですよ。やってみてくださいね。そして、もちろん、小さいお子様から、ね、ご家族の皆さんも、ぜひぜひ挑戦してみてください。このね、左から右へ向かう、こういう線は余計難しいんですね。でもこれも挑戦しましょう。こうやって線をね、練習することがね、やっぱり絵が上手になるね、大切なトレーニングなんですね。はい。柴崎はよくね、絵を描くときに腕に、腕が滑らかに動くようにね、こう、オイルを注入すると言ったり、そんな言い方するんですけども、ねえ、さあ、こんな風にね、重ねていきます。でも、今柴崎は少し暗いとこも作ってますよね。これは、やっぱり、後ろがね、この絵の何かこう空気の感じを表すために、わざと少し暗めのとこ、明るめのとこの変化をつけてみているんですね。こんなのもね、中学生や高校生のね、皆さん参考にしてくださいね。はい。ではできましたので、今度はね、これを紙でね、少しソフトにしてみたいと思います。これはいつもやるテクニックですね。はい。はい。これですね。あまりたくさんいらないからね。これを軽く手の中でまとめて、さあ、こすります。指でこすってもいいんですよ。ただ、指でやると、やっぱりね、人間の手の油がね、紙についてしまうので、できればこういう紙でこすった方が、柔らかな紙でこすった方がいいと思います。でもね、またこすると言っても、あんまりゴシゴシやらなくていいんですよ。柴崎はこれ実はそーっとやってます。やっぱりこう、鉛筆画のね、良さを残すために、鉛筆の線をやっぱり見る人にもね、見てもらうってことが大事なんですね。なのでほら、まだ鉛筆の線残ってるでしょ。はい。では今からね、花瓶を描きます。この辺に描こうかな。
まず横の線と縦の線を描きます。さあやってますか？そうしたら、ここがね、ここくる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 。ね。そして上の平らな線のところがこうやって、これがね、今日の花瓶というか、なんていうか、ポットのような、カップのような、そんな入れ物ですね。そんなイメージで。ほら、できましたよ。そうしたら、今日は光はね、右上の方から来ているという設定にしますので、左の方がこのように少し暗くなります。それでも今日のね、この花瓶は白い花瓶です。だから日陰もね、あまり黒くしないようにしましょうね。さあ、できました。そしたら花描きましょうね。今日お花もね、白い花です。白い花。白い花ね、形描いたら少し日陰を描きます。だから花瓶と同じだね。これちょっとどこどこ日陰を描く。さあ、あなたは白い花どこに置きますか？ね、柴崎はこんな風に描いてるけども、もっと大きい花でもいいし、どこにどんな形の花を配置するかは、もう今日あなたの自由ですよ。ただ白い花なんだな、ということだけ頑張りましょう。柴崎はね、だいたい同じような大きさの花の形を、こんな風に、これは思いつきのまま描いてるんですけど、ねえ。絵って最初からこう全部計画あるわけじゃないんだよね。どこどここうなんかその都度のね、思いつきで、インスピレーションでね、絵が展開していくってこともあるんですね。これがね、こう創作のこう自由さのね、自由だから楽しいんですね。これもちょっと加えちゃおうかなとかね、瞬間に思いつくわけですね。あんまり最初からね、ガチガチに計画じゃつまらないですね。ここら辺。それでね、白い花を描くんだけどね、でもそれじゃちょっとね、退屈だから、こうもう少し暗い色の花を描きます。でも暗い色の花だってわかんないよね。色をイメージしよう。赤い花にしようね。赤い花。赤い花です。だから白い花よりも暗いわけよね。赤い花、どこに置くかは、さあ、あなたの自由だし、ね、皆さんの自由です。でもできれば白い花の脇に赤い花を置いた方がいいですね。そうするとコントラストが強まってね、ずっと形もはっきり見えるし、絵もね、変化に富んできます。どうだろう。これ赤い花だと思わなきゃいけないんですよ。それで葉っぱを描いてます。葉っぱだから当然緑の色だよね。だから白黒グレーで描いてるんだけど、やっぱり色を想像しながら描くっていうのはいいんですね。さあ葉っぱですよ。柴崎はこんな風な葉っぱだけど、皆さんどうしますか？どんな葉っぱでもいいです。ねえ。もう自由だから。これも描くかな。これもちょっと花描くかな。葉っぱでごめんなさい。葉っぱですね。こう、なんか広がりがあるようにね。なんか花とか葉っぱをね。それでここに、この、ポットっていうか、カップなんですけどね。その取っ手を描きます。こうです。どうかな？さあ、皆さんどうでしょう？描けてますか？花の形、それから白い花をどこに置くかも全く自由ですよ。今日はとても自由です。もうあなたの思いつきで言ってみましょうね。
ね、自由っていうのはこう何か迷いを伴うんだけど、でもそれが面白いんだよね。はい。さて、ではここでね、消しゴムを持ってきましたよ。はい、光がこちらが来てます。右上からですね。そうしたら、その光を意識して、白い花の特にここら辺が光が当たるかなと思われるところを、このように鉛筆のグレーの調子を消しながら、白い花びらを作ります。ね。こんな感じです。さあ、皆さんやってますか？さあ、小さい僕も、小さいあなたもやってますか？ねえ。どこに白い花を描こうかな。うん、こんな風にやって、ほら、花びらのようにして面白いんだよ。ねえ。さあ、どうでしょう。だんだん白い花に見えてきたでしょ？ほら、こう面白いね。何かまるで白い絵の具をね、上から塗ってるような感じです。ねえ、鉛筆画ってこんな風に描き方があるんですね。ほらほら、どんどん白い花が光が当たって輝いてきます。ねえ、見えてきた？あなたの絵もできてきましたか？うん。そしてもうちょっとこれもしようかな。うん。ね、今日は白い花と赤い花、そして緑の葉っぱの組み合わせという感じです。今、白い花の光が当たったところを特に消しゴムで今作っています。さあ、できてきましたか？皆さんは。ねえ、ここら辺強く光当ててみようとかね。もうあなたのイメージでやってみてくださいね。そうしたら次にね、この花瓶に光を当てます。まずここですね。そしてここですよね。でもね、今日の花瓶はちょっとおしゃれにしましょうね。どうするかっていうと、ほら、こんな風に、こんな風に、こんな風にです。いいでしょ？ちょっとおしゃれでしょ？ほら、こんな感じですよ。ね、白い線の長さが違いますよね。そういうとこ、ちょっと参考にしてくださいね。さあ、どうだろう。ね、ちょっとこんな感じかな。はい。そしたら、鉛筆を取り出して、ね、少し白い花の形を書き起こします。うん。こんな雰囲気ね。こうこうこう。これはね、本当に自由な、これもまた自由な、ね、鉛筆使いでいいんですよ。鉛筆をちょっと立てるようにしてね。うん。なんか、ちょっと花びらっぽいかな、みたいな感じでいいです。いいですね。それから、ここら辺、ちょっと赤い花でしたね。それからこれ緑の葉っぱ。うん、ぐぐっとまた暗くしてね。明るいとこと暗いところを、こうサンドイッチのように挟んであげる。ね。そうすると、白い花の形もぐっと強調できますし。はい。さあ、これもちょっと書き起こしてと。どうだ？こんな感じかな。もう本当にこれ自由だからね、やってみてくださいね。
どうだろうな、こんな感じで。そしたら、これね、ちょっと丸いので下のを少しもう一回こう鉛筆の調子を乗っけたり、また日陰の方にも少しですね、調子を乗せて立体感を強めてみてくださいね。さあ、それでは今度はね、周りをね、周囲をもう少し工夫しましょう。周囲にこう白い花びらをね、撒き散らしてあるというようなイメージです。だから消しゴムでこうやって消していくんですね。ほら、白い花びらが床に落っこってます。この時に、そうだな、左右対称にしないようにね、右と左を同じようにしないで、右の方に例えば花びらが余計落っこってるとかね、そういう変化つけようね。それからテーブルの線を少しこんな風に描いてあげてもいいです。こんな風にやって。じゃあ花瓶をちょっと書き起こしましょう。こうして、ね、後ろをね、ちょっと暗くするんですね。そうすると花瓶もはっきりしますね。さあ、どうでしょう。皆さん、出来上がっていますか？もう自由ですから、これをね。もう、葉っぱ描いてもいいですし、赤い花を描いてもいいですよ。そしたら、床に落ちた花びらもぐじゅぐじゅっとちょっとね、少し形を描き起こしてあげる。という感じだね。ちょっとやればいいね。なんかぐちゅぐちゅでいいです。そして、その日陰を描いてあげる。こっちも同じです。ぐちゅ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 とね。これも。それで、あとこのね、花瓶の影をしっかり描きます。この影をね、しっかり描くと、もうちゃんとそこに置いてありますよっていうね、そういうな感じが強まるんですね。これも影を描いてと。こうだよね。さあ、できましたか？どうだろう。またね、こう絵全体を見て、特にあれですね、ここ自分のから見て正面に当たる部分は少し強く描いた方がいいですね。暗いとこ明るいとこが線も強く。そうするとね、この花が全体がね、もっとこう立体的に見えてきますからね。小さいお子さんちょっとわからないだろうから、ね、お父さんお母さんかお姉ちゃんがいたら教わってね。どうかな？面白いでしょ？ねえ、白と黒の、ただ白黒グレーだけなんだけど、こんな風に描けます。はい。出来上がりです。はい。ね、出来上がりましたよ。どうですか、皆さんも。白いお花、描けたかな？ねえ、こうやって鉛筆で描くっていうのは、ただ黒くね、塗るだけではなくて、白くね、形を作るってことも面白いんですね。ね、小さいお子さんからね、お兄さん、そしてお父さん、お母さんまでね、おばあちゃんまで、みんな描いてくれたら嬉しいな。今日のね、このお花ね、
こんな風にみんなで優しい気持ちでこれからもね頑張っていきましょう。またすぐね次の動画をアップしますからお待ちくださいね。はい。Stay home。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。